ホラー話、なんかあるかの？今日も始めていくぞ。今回のラインナップはこんな感じだ。お部屋に関係しそうだね。早速確認しよう。私は以前、家賃の安い市営団地に住んでいたのですが、ある出来事がきっかけで引っ越しました。今回はその時の体験談をご紹介します。市営団地の2階に私は住んでいたのですが、1階住民に普通じゃない方がいたため、よくトラブルを起こしていました。その1階住民というのは、70代の老婆と40代の娘さん、2人暮らしの部屋です。詳しいことはよくわかりませんが、どうも精神疾患を患っていたらしいんですね。2人とも仕事はしておらず、生涯年金で生活してるということでした。そのためなのか、普段からこの2人の行動は、常軌を逸していると近所でも有名でした。私が開花の老婆とよく衝突したのが、騒音問題です。まあマンションだとこれはあるあるだと思いますが、この老婆は物音にかなり異常だったんですよね。一応こちらも迷惑をかけては悪いと思って、必要以上の音を出さないように気をつけてましたが、老婆にとっては耐えられない騒音だと感じたようです。ドアをどんどんどんと叩いて乗り込んでくることも多々ありました。私だけでなく隣の住民相手にも同じように、ドアをどんどん叩いて乗り込んだりもしていました。その異常さは、他の住人から、あんなのが下にいて大変だねと同情されるほどでした。また私が表を歩いていると、窓からこちらを、じーっと見つめていることもよくありました。何かされるというわけではありませんでしたが、見られているというのは不快な感じがするものです。ところがある日、この老婆と娘が急にいなくなったんです。私だけでなく近隣住民の方たちへの報告も一切なかったようで、ある日気づけば部屋はもぬけの殻だったそうです。何があったのかは知る由もありませんが、報告を受けた私は、トラブルの元が減ってよかった、と少し安心していました。それから下の部屋には誰も入居していない状態が続きました。そんなある夜中、睡眠中にドアをどんどんどんと叩く音で目が覚めました。寝ぼけていたのと昔の習慣とで、またあの老婆が怒鳴り込んできたか、と思いドア前まで行きました。しかしドアのスコープから覗き込むも、ドア前には誰もいません。あれと不思議に感じつつベッドへ戻り、寝ます。するとまたドアをどんどんどんと叩く音で目が覚めるんですよね。この時にやっと、そういや開花には誰も住んでないし老婆もいない、と思いました。目覚めてすぐにドアを叩く音は止んでましたが、一応先ほど同様ドアスコープでドア前を覗きます。やはり誰もいませんでした。こんなことが続くうち、ドアを叩いてる時に、老婆の声が聞こえるようになったんです。また戻ってきて嫌がらせをしに来てるのかと思うものの、やはりドア前に人はいません。そのうち私が自宅で入浴してると、お風呂のドアをどんどん叩かれるようにもなりました。老婆の声も聞きました。当然玄関のドアには鍵がかかったままで、誰も侵入できるはずはありません。部屋にも誰もいません。こういった出来事が続き、眠れなくなった私は体調を崩してしまいました。そんなことが続いたある日、外出した際に老婆がいた1階の窓を見てみると、なんと老婆がいたのです。ですが次の瞬間、姿は消えていました。遠目だったので私の見間違いだったとは思うのですが、確かに見たような気がします。もちろん1階には老婆どころか、誰も住んでいない状態です。ここでやっと、老婆はもうこの世のものではないかもしれん、と悟りました。身の危険を感じた私は、引っ越して逃げました。引っ越し後、ドアどんどん攻撃はありません。ですが、宅配便の人などにドアをノックされると、今でも嫌な汗が流れます。
トラブルの元凶だった1階の老婆と娘が、突然いなくなって、後になぜか、誰もいないはずなのにドア攻撃が再開している。お風呂のドアまでどんどん叩かれて、誰もいないのに老婆の声が聞こえるなんて、自分の家なのに一瞬も心が休まらないよ。語り手は引っ越しをしたことで難を逃れたが、問題は、老婆と娘がなぜ急に姿を消したか？誰にも知られず部屋の中で同時に行き倒れていたのか。あるいは別の不吉な理由で、すでにこの世を。あ、そっか。もしかしたら、いなくなったって気づいた時には、二人とも亡くなってたのかもしれないんだね。引っ越した今でも宅配便のノックの音に、過剰な反応を示してしまっている。本当に深い傷跡を残すトラウマだったんだね。大学時代に住んでいた安アパートで起こった話。住んでいた部屋は、築50年くらいの古い建物だった。近くには竹林があり涼しげで、ガスコンロ付きのキッチンがあり風呂トイレ別の 2DK。畳の床と日当たりも良く、お気に入りの部屋だった。1年生の夏休みのことだ。学生の夏休みは暇で特に予定もなく、僕の家は広かったため近くに住む友人たちの、たまり場にされることが多かった。家の近い友人はよくうちに泊まっていたが、ある日遠くに住む友人 A が夜中に泊めてほしいと連絡してきた。A はそれまで一度も僕の家に来たことはなかったが、どうやら酒を飲みすぎて終電を逃し、帰れなくなったらしい。A を迎えに行ってみると、飲みすぎたと言ってもそこまでひどそうでもなかった。歩き方もしっかりしていたので、コンビニで夜食を買い込んだりして僕の家に向かった。A は人当たりが良くて頭の回転が速く、その夜も僕らはクスクス洗いながら歩いていたが、家が見えるくらいの距離になって、突然 A の具合が悪くなった。口数が減って、目も少し緩んでいる。どうしたのか聞くと、A は僕の住んでいたアパートの隣の竹林を指さして、お前んちあのあたり？と聞いてきた。A が僕の家に来るのは初めてだったので、驚きながらそうだと答えると、突然、帰る。と言い出す。帰るにも終電がないだろう、と言うと、お前の家は嫌な感じがするから行けない。というではないか。さすがに腹が立ったが、具合が悪そうなので、とりあえず家から離れてファミレスで一休みすることにした。落ち着いた A にどういうことか聞いてみると、A は霊感があるタイプのようで、僕の家の周りには、悪いものがたくさんいてとても耐えきれそうになかったらしい。特に、アパートのそばにある竹林がやばいという。さらに、家に来たこともないのに、お前の家の風呂場、異常にカビ生えやすくない？というのが、僕は一人暮らしは初めてだし、掃除もまめではなかったので、あまり気にしたことはなかったが、確かにカビには悩まされていた。僕の住んでいた部屋で、一番竹林に近いのは風呂場だった。A が言うには竹林の悪い気が、そのまま浴室の水気に悪影響を出しているということだった。結局 A とは朝までファミレスで過ごし、見送って朝家に帰った。自分の部屋を馬鹿にされた気がしたものの、今までのお気に入りの部屋は少しだけ見る目が変わった。その後、自分の家でシャワーを浴びるときは、怖くて目が途切れなくなったことは言うまでもない。とはいえ、実際に僕が怖い思いをすることはなかった。この後も僕はこの部屋に住み続け、気づけば10年ほど住み続けたが、結局一度も金縛りにすらあったことがない。思い返せばテレビが勝手についたり消えたり、台所に置いていたタバコが風呂場に移動していたり、夏でもやたら涼しかったりという不思議なことはあったが、怖いと思うことはなかったのだ。しかしそんな僕でも、この部屋はやはりやばいのかも、と思った出来事がある。大学3年生の冬のことだ。その日は後輩の誕生日で、当時付き合っている彼女と親しい後輩が僕の家に遊びに来ていた。
3人でこたつを囲んで酒を飲んだりゲームをしたり、とにかく楽しく過ごしていた。お祝いは深夜まで続き、みんなそれなりにお酒が回っていたので、そろそろ寝ようと支度していると、彼女と後輩が急に、同じように天井を見つめて、動かなくなった。僕も同じように見上げるが、特に何も見当たらない。何してるんだろう。と思いながらも、タバコを吸いながら一緒になってぼーっと天井を眺めていた。すると、僕だけ何も見えないと察した彼女が天井を指さしながら、あの顔、何？と聞いてきた。顔。そんなの見えないけど。と答えると、二人とも凍りついたように。あんなにはっきり見えるのに？機嫌悪そうに見えますけど。とつぶやく。二人が怯えながら指さす天井は、その部屋の中では一番竹林よりも角だった。せっかくのお気に入りの部屋だったのに、隣の竹林がやばいって言われるとか、お風呂場が異常にカビやすいか聞かれるとか、すごく嫌な気持ちになっちゃうよね。竹林は湿気と陰の気がこもりやすい定点だからな。アパートの中で最も竹林に近い風呂場に、集中的に悪影響を及ぼしていたんだ。彼女と後輩と一緒に体験したあれは、本当に怖いし気持ちが悪いね。その九段の天井の角というのが、アパートの中で一番竹林に近い場所だ。つまり、ずっとその部屋の角を通じて、竹林の悪いものが室内を覗き込み続けていた。気づかなかった語り手さんは、ラッキーだった、って言えるのかな？これは私が大学生の時の話です。私は大学へ通うために一人暮らしを始めました。4階建てのマンションで、各階部屋が20個ほど並んでいる作りでした。大体ですが80世帯ぐらいが入れる。結構大きめのワンルームマンションでした。特段大学生専用という物件でもなく、私のような大学生からサラリーマン、ご夫婦で住んでらっしゃるような方もいるマンションです。4階建てなのですがエレベーターはついてなく、代わりにマンションの両端に階段がついており、片方は正面玄関、片方は駐輪場などがある方に降りれる階段でした。初めての一人暮らしだったので色々と大変でしたが、1ヶ月もすると自炊にも慣れ、特段困ることはありませんでした。マンションの住人の方も顔ぐらいはわかるようになり、朝や夜にすれ違ったりすると、おはよう、や、こんばんは、と、挨拶を交わすぐらいの関係にはなっていました。私の部屋は4階の端っこにありまして、駐輪場につながる方の階段がすぐそば。要するに正面玄関からは一番遠いところの部屋でした。部屋の中には窓がついているのですが、曇りガラスで全く外は見えません。窓の端がちょっとだけ開閉でき、開けるとギリギリ外が見えるかな。というような窓でした。まあ、要するに賃料が高いマンションではないということです。同じ学部の人も1階に住んでおり、特段仲良くないのですが、あ、400に住んでるんですよ。俺は100に住んでますよ。困ったことあったら言ってね。みたいな会話は一度あったぐらいでした。6月の中頃、バイト先の居酒屋から帰ってきて、ご飯を食べるともう12時ちょっと手前でした。明日も授業があるので、もう寝るかと思い、いつものように電気を消して寝ようと布団に入りました。それから5分後ぐらいに、廊下を誰かが走る音が聞こえてきました。まあ、ボロマンションなのでたまに騒いだりする人や、どんちゃんやる人もいますので、うるさいなぁ、ぐらいの気持ちで寝ようとしてました。ですがその後もずっと廊下をダッシュしてる音が聞こえます。どうやら私の部屋の前にダッシュで戻ってきては、あっちの方へ走って行っているような音がします。我慢も限界に達しイラッときたので、ドアを開けて注意しようと思いました。ドアを開けた瞬間、やばいことしたなと、
冷静な判断ができたような気がします。廊下には赤いスカート、マンションの中なのに傘を差し、汚いスニーカーを履いてる身長150センチぐらいの中年女が、ものすごい勢いでダッシュしていました。僕がドアを開けるとダッシュを止め、ニヤッと笑いながら、こっちへ向けて歩いてきました。当然に僕はドアを閉めて、鍵とチェーンをしました。そこで気づいたのですが、こんだけダッシュをしていたら、一緒の階にいるサラリーマンとかおっさんとかが怒鳴らないわけはありません。みんな、このことを知っていたのかもしれません。ドアのガチャガチャが開始されました。警察かなと思いましたが、とりあえず部屋の奥の方に行くと、ドアガチャが止みました。しばらく沈黙が続き、諦めて帰ったかなと思った次の瞬間、曇りガラスの窓に女のシルエット、開けてた小窓からは、手のようなものがガサガサ出入りしました。私は即座に玄関の方へ走ってチェーンと鍵を開け、1階まで今度は自分がダッシュで行きました。そして同じ学部のやつの部屋のチャイムを、ピンポンピンポンと連続で押しました。すぐに開けてくれましたので、僕が、とりあえず入れて、と言うと部屋に迎え入れてくれました。今しがた体験したことを話すと、とりあえず危なそうなので応援を呼ぶか、とそいつの友達を3人呼んでくれました。10分ぐらいで来てくれたので、5人で私の部屋に行くと、部屋のどこも変化はありません。あいつ誰やったんやろなぁ、みたいなことを話していると、新しく来てくれた人の一人が小窓に気づき、ここに手を入れられたんと聞いてきたので、僕が、そうです、と答えました。よく考えると、橋部屋の4階、足場などない壁にある窓です。ワイヤーなどで吊り上げないと、女のシルエットが見える役ありません。と思って小窓を見ると、泥みたいな指型がついていました。私はその日のうちに原付きを貸してもらって、実家へ帰り、部屋は解約しました。私の体験はこれで終わりです。オチも何もないのですが、大野南の方にある、4階建てのマンションでの話です。この話に出てくるマンションの階は、最も生々しく、そして最も異常だ。夜中に廊下をものすごい勢いでダッシュする。謎の赤いスカートに傘を差した中年女。ドアを開けた瞬間に目があって、ニヤッと笑いながらこっちに歩いてくる。それでドアをガチャガチャされるなんて。間違いなく、その階の住人は全員、夜な夜な現れるその女の存在を知っている。だが、この話の本当の狂気は、玄関を逃げ出して1階の友達の部屋へと、駆け込んだ翌日の確認だ。窓についてた変な跡のことだね。足場が何もない、壁にある4階の窓。最初から人間ではなかったか。あるいは人間をやめた存在ということだ。4階の壁を垂直に這い上がって小窓に手を突っ込む。そんなことは小細工でもしなければ、人間にはまずできない芸当だからな。実家に帰って即解約したのは、大正解だね。部屋に戻ってたら、逃げられなかったかも。でも、結局何だったんだろう。本当に話に出てた中年女性なのかな？集合住宅というのは、不思議だな。自分がどれだけ気をつけていても、隣人や土地の因縁を強制的に共有させられる。そんなリスクがあるかもしれない。どの部屋も、住んでみるまではわからないんだね。隠された悪意なんてないのが一番だけど。もしあっても、鈍感で気づけなかったらいいな。怪異との根比べになりそうだな。奴らとしても気づかれないのは尺だろう。同好会のみんなのお部屋は大丈夫？何かに気づいても知らんぷりしてね。気にしないのが一番さ。意識がマッチングしたらおしまいだ。それじゃ、今回の活動はここまで。気をつけて帰ってねー。